はい、どうも、こんにちは。今回はですね、自分が普段使っている撮影機材だったりとか、あとは YouTube の撮影方法についてお見せできればなと思っております。自分はいつもですね、こんな感じで、デバイスのレビュー動画をね、撮影して YouTube とかで動画をアップさせていただいているんですけれども、最近ですね、この撮影用のこのスペースを作ったりだとか、結構機材もね、自分の中で、これやっぱ便利だな、みたいなものがね、増えてきましたので、ここらで一回ご紹介をしたいなと思いましたので、今ね、撮っているところでございます。ではね、早速お話をしていくんですけれども、まずね、メインカメラにつきましては、ソニーの FX3 というカメラになっていまして、いわゆるシネマラインと言われているようなカメラになっています。業務とかにもよくね、使用されているようなカメラでございますね。正直ね、YouTube 用としてはね、オーバースペックでして、ここまで性能いらないなとは思っているんですけれども、自分は今ね、別でゲーミングチームなどのイベント撮影なんかをね、させていただいてまして、そういった会場とかって、やっぱり選手のプレーを邪魔しちゃいけないので、照明なんかも焚けないですし、その割にはね、会場自体が結構ね、暗かったりするので、暗所性能がいいカメラがね、必要だったりするんですよね。また、ワンオペで撮影しますので、やっぱりオートフォーカス性能とかも重要ですし、あとね、夏の暑い時期とかに長時間の撮影をしたりとかしますので、その辺のニーズを満たせるカメラっていうのがね、今こちらの FX3 になりますね。FX3 の暗所性能ってほんとすごくて、暗い場所での撮影なんかもですね、ノイズが少ない綺麗な映像が撮れますので、マジでね、買ってよかったカメラだなと思っております。昔使ってたカメラはね、すごいいいカメラではあったんですけど、やっぱオートフォーカスと暗所性能のところでちょっと不満に思う部分もありまして、結局ね、マニュアルフォーカスで撮ったりとか、ノイズをね、後で編集でどうにかしたりとか、するみたいな作業が増えてしまっていたので、それだったらね、もうその辺を全部一気に解決できるカメラにしちゃおうということで、変えてね、大正解だったなとは思ってます。はい。で、またですね、サブカメラとして、同じくソニーの α7C2 っていうのをね、使用しています。同じ E マウントレンズでレンズを共有できますので、すごくいいなと思ってますし、またやっぱりコンパクトな万能機になっていて、被写体認識のオートフォーカスなんかもですね、かなり使い勝手が良くって、その辺もすごくね、いいカメラだなと思っています。デバイスの撮影とかはですね、俯瞰撮影をこんな感じでやっていますので、2画面はね、上にこうやって固定して撮影していますね。俯瞰撮影用の固定しているアームに関しては、マンフロットさんのダブルアーティキュレーテッドアームを使っています。デスクにね、直接固定はせずに、横にですね、突っ張り用のポールを立てて、クランプでね、固定して使っています。デスク上でこうやってね、作業したりもしますので、直接ね、固定しちゃうと、このデスクの振動を拾ってしまって、カメラの映像がね、揺れてしまったりすることもあるので、それがちょっと嫌でね、自分はこの方法を使っています。ただ照明も同じポールにね、クランプしていまして、すぐに撮影できるようにね、ここに常設していますね。今こっちで使っている照明は、ゴドックスさんの ML60 という LED 照明でして、ソフトボックスをつけて使用している感じですね。で、メインディスクの方にもね、別途照明あるんですけど、今こちらのね、照明をご紹介しますね。あと、他の照明としては、ウランジさんのですね、L024 というバッテリー駆動できる 40W の照明と、あと、こういったですね、バーライトっていうのを使っています。バッテリー駆動なんで、配線を気にせず使えますし、あと、RGB カラーも対応していますので、結構ね、アクセントに使ったりしていますね。こんな感じで。結構いいアクセントになってくれます。そして、このデスク自体はですね、パームワークさんの昇降式ディスクと、あと、カナデモノさんのデスク天板をね、組み合わせたものを使用しています。このスペースにね、ぴったり合うように、サイズをね、調整したかったので、カナデモノさんでウォールナットの天板を選んで、サイズをね、オーダーして購入させていただきました。ただね、ちょっとこれに関しては、若干後悔してる部分もありまして、これね、今デスクマット引いてるんで、あれなんですけど、これ、こうやってめくると、こんな感じで、木目に、ね、なっているんですけど、この木目とか、あとなんだろう、デスクのこの質感っていうところがね、ちょっとチープに見えちゃってて、なんかね、価格に見合った天板と思えなかった言えなかったかなというふうに思ってますね。というのも、これウォールナットの天板にしたので、実はこれ7万円ぐらいするんですよ。オーダーなんで。なのに、そんな価格に見えないというかなんかね、
ちょっとチープに見えちゃってるんですよね。なんかこの個体のせいなのか、もともとこれ全部がね、そのラインが全部そんな感じなのかっていうのがね、かなでものさんのデスク買ったのこれ初めてなんで、ちょっとね、判断つかないんですけど、ちょっとこれだけ見るとね、って感じでしたね。かなでものさんのデスク、もともとね、評判良かったんで期待してたんですけど、期待しすぎちゃってた可能性はありますね。はい。皆さんはですね、ぜひサンプルとか取り寄せてもらってから判断してもらうといいんじゃないかなと思いますね。はい。あとはですね、背景とかを作るために、クリップでね、背景紙を固定していまして、すぐにね、このデスク上で広げれるようにしています。今はね、黒と白を使えるようにしてるんですけれども、他にもいくつかね、カラーボードというか、背景紙を用意してまして、俯瞰撮影時とかにね、この切り替えて使ったりしていますね。あとは、こういったね、スムーズな映像を撮るために、電動スライダーっていうのを使っていますね。自分はね、このトップリグの S60 というね、アクスンさんから出ている電動スライダーを使っていまして、バッテリー駆動ができて、かつアプリだけじゃなくて、ここでね、ボタン操作でスライダーの速度だったりとか、あと A 地点、B 地点、あとオンオフっていうところを操作することができるスライダーとなっています。何よりね、駆動音がめちゃくちゃ静かなので、これはね、すごく重宝しております。めちゃくちゃ便利です。バッテリー駆動できるのマジいいんだよな。これね。こんな感じで動いてくれます。速さもね、速くしたり、遅くしたりすることも、この手元でできるんでね。これかなり重宝してます。はい、ということでね、視覚的な部分に関してはこんな感じでございまして、あとね、大事な要素、動画撮影にあたってね、すごく大事な要素がもう一つね、ありまして、それが音の収録でございますね。YouTube の動画ってね、音ってめちゃくちゃ大事だと思っていて、音がノイズだらけで聞きづらい音になっていると、途中でね、見るのやめちゃうと思うんですよね。なので結構音は気にしているんですけど、自分は普段ね、この YouTube の撮影ではこういったピンマイクを使っています。もちろんね、ショットガンマイクも便利なんですけど、自分の撮影はね、場所がコロコロ変わることもありますし、やっぱ声をね、メインで撮っておきたいってなった時に、このピンマイクが便利なんですよね。で、実はこれね、コミカさんから提供いただきましたワイヤレスピンマイクなんですけれども、使い勝手がかなり良くてですね、今も使用させていただいてます。で、もともとショットガンマイクもね、コミカさんのマイクを使わせてもらってまして、音質がいいっていうことはね、知っていたんですけれども、このワイヤレスマイクの方はね、結構特徴的なマイクなので、そこもね、お話しさせてもらえればなと思ってます。他社さんのね、ワイヤレスのピンマイクって、やっぱ1チャンネルから2チャンネルぐらいまでなことが多いんですけれども、このコミカ BIMO-Q はですね、最大4人同時に収録することができます。今使っているレシーバーとマイク1つにプラスアルファで1、2、3とマイクがね、4つ接続できるようになっていますので、やっぱ複数人でのインタビュー動画とかで、これね、4人まで使えるっていうのは結構ね、便利ですよね。またセミハードケース、これもね、結構しっかりしていまして、ここでね、充電ができるようになっていますね。で開けるとね、本体の電源が入って、充電もちゃんとね、レシーバー含めてマイク4台同時に充電することができますね。で、付属品に関しては、充電用の USB Type-C のケーブルと、あとカメラ用の TRS ケーブル。で、あとスマホ用ですね。TRRS ケーブルっていうのも付属してます。で、マイクの本体はですね、縦がですね、だいたい5センチほどで、横がだいたい2.4センチほど。厚みがだいたいね、1.8センチから2センチぐらいとなっていますね。で、背面がね、クリップになっていますので、こうやってね、首元に直接つけることも可能になっています。あとね、マイク側でミュートにしたりだったりとか、あとは、ノイズキャンセリングのオンオフなんかも操作できますし、ここ 3.5mm のラビリアマイクをね、つけるポートっていうのもあったりしますね。で、ラビリアマイク自体はね、付属してこないので、別途購入する必要があるっていうところだけね、ご承知おきください。はい。で、そしてね、音質についてなんですけれども、ノイズキャンセル機能がありますので、聞き取りやすい音になってるかなとは思っています。試しにね、ノイズキャンセリングオン、オフでね、どんな感じで聞こえ方が変わるのか検証してみましたので、そちら聞いていただければと思います。はい。ということで、現在は、BIMO-Q のノイズキャンセリングオフにした状態でお話をしております。音質の方はいかがでしょうか？音声の方はどんな感じで聞こえておりますでしょうか？
はい、ということでね、マイクチェックをしております。ただいま、コミカ Vimo Q のですね、ノイズキャンセリングをオンにした状態で音声を収録しております。音質の方はいかがでしょうか？はい、ということでいかがでしたでしょうか？結構ね、綺麗に聞こえてたかなと思います。環境ノイズ、ホワイトノイズ的なところもね、抑えてくれていましたし、48kHz、24ビット対応ですので、音質もね、十分かなとは思っています。でね、レシーバー側の方で、モノラル、ステレオ、クワッドのね、モード変更をすることができまして、モノラルでね、ミックスした音声にしたりとか、あとはステレオクワッドとかでね、分けて撮るっていうこともね、できちゃったりします。もちろんね、イヤホンジャックありますので、モニタリングしながら撮影することが可能です。あとね、地味に嬉しいのが、この LED 表示の反転機能で、自撮りとかする場合はですね、この表示がこっちに向いてくれるので、見やすくなっていいかなと思ってますね。で、バッテリーもですね、ケース込みで約16時間使えますので、1日撮影してても大丈夫かなと思ってます。はい。ということで、いかがでしたでしょうか？今回はね、普段使っている撮影機材をご紹介させていただいたんですけれども、ちょっと今参考になっていますでしょうか？まあね、まだまだね、この撮影スペースも作ったばっかりで、これからね、どんどん改造というか、アップデートしていきたいなと思っていますので、ぜひね、チャンネル登録いただいてチェックいただけるととても嬉しいなと思います。こんなね、撮影機材の話だったりとか、あとデスク周りのガジェットなんかもご紹介しているチャンネルでございますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。というところで今日のところはこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。